皆さん、こんにちは。今日もホストの藤井が皆さんと一緒に番組を進めていきます。今日は JLPTN4 レベルのリスニング練習を皆さんと一緒に楽しみながらやっていきたいと思います。今日のテーマは徳島県で毎年行われる阿波踊りという大きくて有名な踊りの祭りについてです。知らない言葉が出てきても心配しなくて大丈夫です。まずは話の流れを楽しみながら聞いてくださいね。最後には今日出てきた文法を一つずつ確認していきますので、それも楽しみにしていてください。今日のゲストは森田さんです。子供の頃から毎年家族で阿波踊りを見に行っているそうです。こんにちは、森田です。今日は大好きな阿波踊りについて話せることがとても嬉しいです。こちらこそ来ていただいてありがとうございます。今日は暑い中こちらまで来るの大変じゃなかったですか？少し暑かったですが、電車の中が涼しかったので、思ったより楽に来ることができました。それは良かったです。では、少しリラックスできたところで、そろそろお話を聞かせていただきたいと思います。まず、阿波踊りというのは、一体どんな祭りなのか、簡単に教えていただけますか？阿波踊りは、毎年8月に徳島で行われる、日本で一番大きいと言われている踊りの祭りです。日本で一番大きいというのは本当にすごいですね。町全体がお祭りの雰囲気になるということでしょうか。はい、その通りです。4日間の祭りの間、町のあちこちで音楽が流れて、たくさんの人が踊りながら歩きます。音楽が流れてみんなで一緒に踊るというのはなんだかとても楽しそうですね。踊りは誰でも参加できるんですか？はい、実はそうなんです。連という踊りのグループに入らなくても、にわか連という形で、飛び入りで踊ることができます。それは観光客にとってもとても嬉しい仕組みですね。私もいつか飛び入りで踊ってみたくなりました。森田さんは子供の頃からずっと阿波踊りを見てきたんですよね。最初の記憶はどんなものですか？5歳の時、父に肩車をしてもらいながら、踊りの列を見たことを、今でもはっきり覚えています。それは素敵な思い出ですね。お父さんの肩の上から見た景色はきっと特別なものだったんでしょうね。阿波踊りには男性の踊りと女性の踊りで動き方が違うと聞いたことがあります。それは本当ですか？はい、本当です。男性の踊りは低い姿勢で力強く、女性の踊りは背筋を伸ばして、優雅に動くのが特徴です。力強さと優雅さ、両方が同時に見られるというのは、見ている人にとってもとても魅力的だと思います。阿波踊りでよく聞く鳴り物と呼ばれる音楽にはどんな楽器が使われているんですか？三味線や太鼓、笛などが使われていて、それぞれの音が重なって、独特で楽しいリズムが生まれます。いろいろな楽器の音が重なるからこそ、明るくて元気なリズムが生まれるんですね。とても興味深いです。森田さんが好きな掛け声もあるんですか？踊りの時にみんなで叫ぶ言葉があると聞きました。はい、あります。踊るアホに見るアホ、同じアホなら踊らなソンソンという掛け声が一番有名だと思います。その言葉、初めて聞きましたが、とても面白いですね。踊っても見ても同じなら、
踊った方が楽しいということですね。その通りです。だからこそ、初めて見に来た観光客の方も、気軽に踊りの輪に入っていくことが多いんです。森田さんも、これまでに一度は、踊りの輪に入って踊ったことがあるんですか？はい、あります。大学生の時、友達に誘われて、初めて自分から輪の中に入って踊ってみました。初めて踊った時は、どんな気持ちでしたか？緊張したり、恥ずかしかったりしませんでしたか？最初はとても緊張しましたが、周りの人が優しく笑いながら手拍子をしてくれて、少しずつ楽しくなってきました。周りの人が温かく迎えてくれるというのは、とても素敵な文化だと思います。私も勇気が出てきました。阿波踊りの練習は普段からしているんですか？それとも祭りの前だけ特別に練習するんですか？連と呼ばれるグループに入っている人たちは、一年を通して週に何回も練習を続けているそうです。一年中練習を続けているとは、思っていたよりずっと本格的なんですね。それだけ皆さん真剣なんですね。森田さんは連に入って本格的に踊ってみたいと思ったことはありませんか？実は何度もそう考えたことがあります。ただ、仕事が忙しくて、なかなか練習の時間が取れませんでした。それは残念ですね。でも、見る側として楽しむのも、それはそれでまた違う楽しさがありそうです。おっしゃる通りです。見る側にも、それぞれのお気に入りの連や、好きな見物スポットがあるんですよ。森田さんが一番好きな見物スポットはどこなんですか？ぜひ教えてほしいです。私は、新町橋という橋の上から見るのが一番好きです。川の水面に明かりが映って、とても綺麗なんです。川に映る明かりというのは、とても幻想的な景色でしょうね。想像するだけで行ってみたくなりました。阿波踊りの期間中、町にはどのくらいの人が集まってくるんですか？4日間で100万人以上の人が徳島に集まってくると言われていて、町全体がとても賑やかになります。100万人以上とは本当に驚くべき数字ですね。そんなに多くの人が集まったら、町は大変混雑しそうです。そうなんです。特に夜は人でいっぱいになるので、はぐれないように、いつも家族と手をつないで歩きます。家族みんなで手をつないで歩くというのは、なんだか温かくて素敵な光景ですね。森田さんにとって家族との思い出の中で一番心に残っている阿波踊りの記憶は何ですか？高校生の夏、祖母と一緒に見に行った時のことです。祖母はその翌年に亡くなってしまいました。それはとても大切な思い出ですね。お話ししてくださってありがとうございます。いいえ、こちらこそ。あの日、祖母がとても嬉しそうに踊りを見ていた顔を、今でも忘れられません。それからも毎年、阿波踊りを見に行き続けているのは、そのおばあさまとの思い出があるからかもしれませんね。そうかもしれません。踊りを見るたびに、祖母のことを少しだけ思い出すようにしています。阿波踊りを見に行くとき、いつもどんな準備をしていますか？何か決まった持ち物があるんですか？動きやすい靴と、うちわを必ず持っていきます。あと、水分補給のために、飲み物もたくさん用意します。夏の暑い時期の祭りだからこそ、そういう準備が本当に大切になってきますね。
阿波踊りの踊り方には地域によって少し違いがあったりするんですか？はい、少しあります。同じ徳島の中でも、地域や連によって動き方に個性が出るんです。同じ踊りでもそれぞれの個性が出るというのは見ていて飽きない理由の一つかもしれませんね。おっしゃる通りです。連ごとの違いを見比べるのも、阿波踊りの楽しみ方の一つだと思います。服装はどんなものを着ていくことが多いんですか？浴衣を着る人も多いんですか？はい、多いです。浴衣を着て歩くと、気分も盛り上がりますし、写真もきれいに撮ることができます。浴衣姿で祭りを歩くというのは、日本の夏らしい風景の一つですよね。私も着てみたくなりました。祭りの会場では、屋台もたくさん並ぶと思いますが、森田さんが好きな屋台の食べ物はありますか？徳島ラーメンやすだちを使ったジュースが私の一番のお気に入りです。夏の夜に食べると格別に美味しいです。すだちのジュースというのは初めて聞きました。徳島ならではの味なんでしょうね。とても飲んでみたいです。祭りが終わった後、街の様子はどんな風に変わるんですか？少し寂しい気持ちになったりしますか？正直に言うと、いつも少し寂しくなります。あの賑やかな4日間が終わると、街が急に静かに感じられるんです。賑やかな時間が終わった後の静けさというのは、なんだか切ない気持ちになりますよね。よくわかります。でも、その寂しさがあるからこそ、また来年も見に行きたいという気持ちが強くなるのかもしれません。寂しさが次の楽しみにつながっていくというのは、とても素敵な考え方だと思います。阿波踊りを見に来る人の中には、海外からの観光客もたくさんいるんでしょうか？はい、年々増えていると感じます。カメラを持って写真をたくさん撮っている外国人観光客をよく見かけます。日本の伝統文化に興味を持つ人が世界中に増えているというのは、なんだかとても嬉しいことですね。本当にそうですね。外国人観光客がにわか連として飛び入りで踊っている姿も最近はよく見かけます。言葉が通じなくても踊りを通してみんなが一つになれるというのは素晴らしいことだと思います。徳島に住んでいる方々にとって阿波踊りというのはどんな存在なんでしょうか？単なる観光イベントではなく、地域の人と人をつなげる大切な役割を持っていると思います。祭りを通して地域のつながりが強くなっていくというのはとても大切なことだと思います。森田さんの周りにも阿波踊りをきっかけに仲良くなった友達がいたりするんですか？はい、たくさんいます。踊りの輪の中で偶然隣になった人と話して、それから友達になったこともあります。偶然の出会いから友達になるというのは、お祭りならではの素敵な体験ですね。阿波踊りには長い歴史があると聞きましたが、いつ頃から始まったものなんですか？400年以上前、江戸時代の初め頃から続いていると言われていて、本当に長い歴史を持つ祭りなんです。400年以上も続いているとは本当に驚きです。それだけ長く愛されてきた祭りなんですね。そんなに長い歴史がある中で、阿波踊りの形は昔と今で何か変わったところはあるんですか？昔に比べて、女性の踊り手が増えたり、参加できる連の数もずっと多くなったりしたそうです。
時代とともに少しずつ変わりながらも400年も続いているというのは本当にすごいことだと思います。昔から今まで変わらずに大切にされてきたものが何かあれば教えてください。みんなで一緒に楽しく踊るという、あの気持ちだけは、昔からずっと変わっていないと思います。形は変わっても、心の部分は変わらずに受け継がれているというのは、本当に感動的なお話です。先ほどのおばあさまとの思い出のお話、もう少し詳しく聞いてもいいですか？もちろんです。祖母は踊りを見るのが本当に好きで、毎年、私を連れて祭りに行ってくれていました。毎年連れて行ってくれたというのは、おばあさまにとっても大切な時間だったんでしょうね。そうだと思います。祖母がいなくなってから、祭りの見方が少し変わったように感じています。どんな風に見方が変わったんですか？よろしければ教えてください。以前より、一つ一つの踊りを丁寧に見るようになりました。祖母の分までしっかり見ようと思うようになったんです。そのお話を聞いて、私もこれから祭りを見るときの気持ちが少し変わりそうな気がします。森田さんはこれからも毎年変わらずに阿波踊りを見に行くつもりですか？はい、もちろんです。いつか自分の子供ができたら、今度は私が子供の肩車をしてあげたいと思っています。それはとても素敵な夢ですね。世代を超えて思い出がつながっていくというのは本当に美しいことです。これから阿波踊りに初めて行ってみたいと思っている人に何かアドバイスはありますか？とにかく恐れずに踊りの輪に飛び込んでみてほしいです。頭で考えるより体で感じた方が絶対に楽しいです。頭で考えるより体で感じる。それはとても心に響く言葉ですね。私もいつか勇気を出してみたいです。森田さんにとって阿波踊りの一番の魅力は結局のところ何だと思いますか？知らない人同士でもあの瞬間だけは心から笑い合えるところだと思います。それが一番の魅力です。知らない人同士でも心が通じ合えるというのは本当に素晴らしい体験だと思います。今日はたくさんの温かいお話を聞かせていただきましたが、最後に一つ聞かせてください。来年の阿波踊りではどんなことを楽しみにしていますか？来年は久しぶりに大学の時の友達と一緒にまた踊りの輪に入ってみようと思っています。それはとても楽しみですね。きっと良い思い出がまた一つ増えることでしょう。はい、そう願っています。今日この話をしたことで、来年への気持ちがより一層強くなりました。そう言っていただけると、今日この場を設けることができて、本当に良かったと思います。今日は本当にたくさんの温かいお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。こちらこそ、大好きな阿波踊りについて、こんなに楽しく話せて、本当に嬉しかったです。ちなみに、これから阿波踊りに行ってみたいと思っている人へ何かメッセージはありますか？いつか徳島に来る機会があったら、ぜひ阿波踊りを見に来てください。きっと忘れられない夏になります。あ、その前にもう少しだけ阿波踊りについてのお話を聞かせてもらってもいいですか？もちろんです。まだまだ話したいことがたくさんあります。
阿波踊りの連には名前が付けられていると聞きましたが、どんな名前が多いんですか？会社の名前をそのまま使う連もあれば、動物や自然の言葉を使った面白い名前の連もあります。会社の連もあるんですね。それは社員の皆さんが一緒に参加しているということでしょうか？そうなんです。仕事の後や休みの日に集まって練習して、祭りの日に一緒に踊る会社もたくさんあります。仕事の仲間と一緒に踊るというのは、普段とは違う関係を作る良い機会になりそうですね。阿波踊りを見るとき、昼間と夜とでは雰囲気に違いがあったりするんですか？はい、かなり違います。昼間は明るくて元気な感じで、夜になると、提灯の明かりで幻想的な雰囲気になります。一日の中で二つの違う雰囲気を楽しめるというのは、なんだかとてもお得な気がします。さて、ここで一旦、リスナーの皆さんへの質問タイムにしたいと思います。皆さんは、日本のお祭りの中で実際に行ってみたいと思うものは何かありますか？阿波踊りでも他のお祭りでも構いません。もしよかったらコメント欄で教えてくださいね。それではそろそろ森田さんとの話に戻りたいと思います。引き続きよろしくお願いします。森田さんは昼間と夜どちらの阿波踊りの方が好きですか？迷いますが、やっぱり夜の方が好きです。提灯の明かりと太鼓の音が重なると、心が自然と踊り出す気がします。心が踊り出すという表現、とても素敵ですね。夜の阿波踊りをより一層見てみたくなりました。阿波踊りのために徳島以外からたくさんの踊り手が集まってきたりもするんですか？はい。実は、日本のいろいろな場所にも、阿波踊りの連があって、その連が徳島に集まってくることもあります。徳島以外にも連があるとは驚きました。それだけ阿波踊りが全国に広がっているということですね。東京でも阿波踊りに似たようなイベントが開かれることがあると聞きました。それは本当ですか？はい、本当です。高円寺という場所で行われる阿波踊りは、東京の中でも特に有名だそうです。高円寺の阿波踊りは名前だけ聞いたことがあります。今度実際に見に行ってみたいです。高円寺で楽しんだ後は、いつかぜひ、本場の徳島にも足を運んでみてほしいです。阿波踊りの練習をするとき、初心者はまずどんなことから覚えていくものなんですか？まずは、基本の足の動かし方と手の動かし方を別々にゆっくり練習することが多いようです。足と手を別々に練習してから最後に合わせるというのは、なるほど理にかなっていますね。リズムに合わせて足と手を同時に動かすのは最初は難しかったりするんですか？はい、とても難しいです。私も最初は足と手がバラバラになってしまって、よく笑われていました。笑われながらも練習を続けたからこそ、今の森田さんの上手な踊りがあるんですね。上手と言っていただけると嬉しいですが、実はまだまだ練習中の身です。阿波踊りの動きの中で、森田さんが今一番練習していることは何ですか？男踊りの腰を低く落とす動きです。まだあまり低くできなくて、いつも足が疲れてしまいます。それだけ低い姿勢を保つのは、想像しただけでも足への負担が大きそうです。そうなんです。
だから、家でも時々、練習として、低い姿勢のまま歩いてみることがあります。家でも練習しているとは、本当に阿波踊りが好きなんですね。その気持ち、素敵だと思います。阿波踊りの魅力を、もし3つの言葉で表すとしたら、どんな言葉を選びますか？笑顔と、音楽と、絆だと思います。この3つが揃って、初めて阿波踊りになるのだと思います。笑顔と音楽と絆、どれも今日のお話をそのまま表しているような言葉ですね。阿波踊りに参加したことで、森田さんの性格や考え方に何か変化はありましたか？昔より知らない人にも気軽に話しかけられるようになりました。踊りの輪の中でそういう経験をたくさんしてきたからだと思います。踊りを通して人との距離を縮める力も自然と身についていったんですね。今日、この番組を聞いている人の中には、まだ阿波踊りを見たことがない人もたくさんいると思います。そういう方々に向けて、一言でこの祭りを表すとしたら、森田さんならどう伝えますか？見るだけでも楽しいし、踊ればもっと楽しい祭りだと、私は伝えたいです。そのシンプルな言葉の中に、今日聞かせていただいたお話が全部詰まっているように感じます。森田さんご自身は、見る側と踊る側、どちらの方がより好きですか？正直に言うと、両方好きです。念によって、その日の気分で、どちらか選んでいます。その時々の気分で選べるというのも、阿波踊りの良いところの一つかもしれませんね。今日お話を伺って、私自身もますます阿波踊りに興味が湧いてきました。実際に行くならいつ頃がおすすめですか？8月12日から15日までの4日間の期間中なら、いつ来ても楽しめると思います。具体的な日にちを教えていただき、ありがとうございます。予定を立てるときの良い参考になります。宿泊するなら、祭りの会場から近い場所を選んだ方が、やっぱり便利ですか？はい、便利だと思います。ただ、期間中はホテルが混みやすいので、早めの予約をお勧めします。早めの予約、大事なポイントですね。忘れないように、しっかり覚えておきたいと思います。阿波踊りを見に行く前に、これだけは知っておいた方がいいというマナーはありますか？踊っている連の前を急に横切らないようにすることです。踊り手の邪魔になってしまいますから。それは大切なマナーですね。踊っている方々への敬意として、しっかり守りたいと思います。阿波踊りの後、町のゴミの片付けなどはどのように行われているんですか？地元のボランティアの方々が朝早くから集まって町をきれいにしてくれているんです。それは本当にありがたいことですね。祭りを楽しんだ後は私たちも気をつけたいと思います。阿波踊りを見るために事前に有料の席を予約することもできるんですか？はい、できます。有料の桟敷席に座ると、踊りをゆっくり近くで見ることができるので、おすすめです。ゆっくり近くで見られるのは、とても魅力的です。無料の場所とは、また違う楽しみ方ができそうですね。初めて桟敷席に座った時のことを覚えていますか？どんな感じでしたか？目の前を迫力のある踊りが通り過ぎていって、鳴り物の音も体に響くくらい近く感じました。それは
迫力満点の体験ですね。写真や動画でもなかなか伝わらない感覚だと思います。森田さんは写真や動画を撮ることもよくするんですか？それともその場を楽しむことに集中しますか？最初の数分だけ写真を撮って、その後はスマートフォンをしまって、その場の雰囲気を楽しむようにしています。その切り替えはとても大事だと思います。記録に残すことと今を楽しむこと、両方大切ですものね。阿波踊りの期間中、天気が悪くて雨が降ることもあったりするんですか？はい、たまにあります。雨の中でも、踊り手の皆さんは、傘を差しながら、元気に踊り続けていますよ。雨の中でも踊りを続けるとは、本当に情熱的ですね。その姿を見たら、きっと感動すると思います。森田さんは、雨の日の阿波踊りを実際に見たことがあるんですか？一度だけあります。雨に濡れながらも笑顔で踊る姿を見て、なんだか胸が熱くなったのを覚えています。雨さえも感動的な思い出に変えてしまうとは、それだけ阿波踊りに力があるということですね。もし雨が降りそうな日に、これから阿波踊りに行く方がいたら、何を持っていくといいですか？傘よりも、レインコートの方が、両手が自由に使えるので、おすすめです。両手が自由に使えるのは、写真を撮ったり、うちわを使ったりするときにも、便利そうですね。阿波踊りを見に来る人たちの中で、一番驚いた出会いや出来事は、これまでにありますか？以前、隣に座っていた外国人の方が、実は日本語をとても上手に話せる方で、2時間も話し込んでしまいました。2時間も話し込むとは、それだけ意気投合したということですね。とても素敵な出会いです。その方とは、その後も連絡を取り合ったりしているんですか？はい。今でも時々メールをして、来年また一緒に阿波踊りを見ようと約束しています。一つのお祭りをきっかけに、国を越えた友情が生まれるというのは、本当に素晴らしいことですね。そういう出会いがあると、来年の阿波踊りも、また新しい楽しみが増えそうですね。はい、本当にそうです。毎年、新しい出会いがあるからこそ、この祭りが、ますます好きになっていきます。森田さんのお話を聞いていると、私までこの祭りがだんだん好きになってくるのがわかります。今日は本当にたくさんの貴重なお話をじっくり聞かせていただきました。こちらこそ、こうして話す機会をいただけて、本当に嬉しかったです。最後に聞いてくださっているリスナーの皆さんへもう一つメッセージをいただけますか？日本語の勉強も、阿波踊りの練習も、続けていれば、必ず楽しくなっていくと思います。応援しています。温かいメッセージ、ありがとうございます。森田さん、改めて、ありがとうございました。さて、皆さん、今日のエピソードはいかがだったでしょうか？阿波踊りについて何か新しい発見があったなら嬉しいです。もし感想があれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは、今日出てきた文法をここでもう一度一緒におさらいしていきましょう。今日の話の中で知らなかった文法はありましたか？答えの前に少し考えてみてくださいね。今日は後半にも面白い表現がたくさん出てきましたので、いくつか一緒に振り返っていきますね。まずは
ことがあるです。会社の名前をそのまま使う連もあれば、面白い名前の連もあります。という表現でしたね。次は、そうですです。高円寺の阿波踊りは、東京の中でも特に有名だそうです。というお話でしたね。それからてほしいです。本場の徳島にも足を運んでみてほしいです。という表現がありましたね。こういう表現は、誰かに何かを勧めたいとき、とても便利に使える言い方ですね。続いて、ようになるです。知らない人にも気軽に話しかけられるようになりました。という文でしたね。そして、とすればに似た形で、としたらです。もし阿波踊りに参加するとしたら、という質問がありましたね。最後に、た方がいいです。早めの予約をお勧めします。という助言の表現とともに、使い方を覚えておきましょう。今日出てきた文法は、日常会話でも本当によく使われるものばかりですので、ぜひ覚えてくださいね。全部覚えていなくても大丈夫です。何度も聞いて、少しずつ身につけていきましょう。これからも一緒に JLPTN4 に向けて着実に頑張っていきましょうね。今日の森田さんのお話のように大切な人との思い出はいつまでも心に残っていくものですね。今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。この番組が皆さんの日本語の勉強にとって少しでも助けになっていたら嬉しいです。他のエピソードでも日本各地のお祭りや行事についていろいろとご紹介しています。興味がある方はぜひそちらも合わせて聞いてみてくださいね。次回はまた違う地域に伝わる興味深い伝統文化について皆さんにお届けする予定です。次はどんな話に出会えるのか今から楽しみにしていてくださいね。よかったらチャンネル登録や高評価もいつも応援の印にお願いしています。コメント欄に書いてくださる皆さんの感想もいつも励みになっています。今日、森田さんが話してくれた頭で考えるより体で感じるという言葉、私も忘れずにいたいと思います。日本語の勉強も頭だけでなく耳や口を使いながら体全体で覚えていくことが大切なのかもしれません。皆さんも今日覚えた文法を焦らずに少しずつ自分のものにしていってください。それでは今日のエピソードはこのあたりで終わりにしたいと思います。改めまして森田さん、今日は貴重なお話をありがとうございました。そしてリスナーの皆さんも最後まで一緒に聞いてくださってありがとうございました。皆さんの日本語の勉強が今日も一歩前に進んでいることを心から願っています。いつか皆さんも実際に徳島の阿波踊りを見に行ける日が来るといいですね。それでは皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。体調にはくれぐれもお気をつけて良い一日をお過ごしください。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。さようなら、また今度。